ここは宇宙のどこかにある喫茶店。季節のお茶を飲みながら、いつも郷土玩具の話をしている少し変わった店主がいるらしい。月に一度だけオープンするとかしないとか。いらっしゃいませ。店主のわさびです。おやお客さん、今月も来てくれたんですか？さあ、どうぞどうぞ。ゆっくりしていってください。いいお茶が入ってますよ。今月は疲労回復や冷えた体を温めるのにぴったりな梅昆布茶とだるまがおすすめです。そういえば梅の花、きれいに咲いていましたね。もうご覧になりましたか？とっても甘い香りがして、なんだか夢の中を散歩しているようでした。3月の中頃までは楽しむことができるので、全国の梅祭り、ぜひ調べてみてくださいね。さて、だるまといえば縁起物として有名ですが、実はモデルになった人がいるんです。それはなんと、インド出身のお坊さんです。菩提だるまはインドから中国に渡り、仏教の宗派の一つ、中国禅宗を始めた人です。日本ではよくだるま大師と呼ばれています。彼はある伝説で有名になりました。それはだるま大師の修行についてです。だるま大師は壁に向かって座禅をしていたそうなんですが、その時間が長すぎた。一体どれくらい座禅を続けたと思いますか？1週間 ?1 年なんと9年です。9年間も座禅をし続けたので、手と足は腐って落ちてしまったそうなんです。いやー、びっくりですよね。この伝説が元になって、手足のない丸いフォルムのだるまの置物が誕生しました。これは禅宗のシンボルとして全国に広まり有名になっていきます。そんなだるまが郷土玩具になったのは江戸時代のことです。その昔、中国から不当王という人形が伝わりました。ローリーポーリートイというとイメージしやすい人もいるかな。ピーナッツというか雪だるまのような姿をしていて、体の中には重りが入っています。頭や体を押すと一度は倒れそうになるんだけど、また元の場所に戻ってくる。何度倒そうとしても倒れない。昔の動く子供のおもちゃですね。日本では当時、起き上がりという名前で売られていました。この起き上がりを作っていた職人が、このおもちゃ手も足もないな。じゃあ、だるま大使バージョンも作ってみるか、と試したところ、手足を失っても諦めなかっただるま大使のストーリーと相まって、不屈の精神や忍耐のシンボルとして大ヒットしたそうです。そして、七転び八起きという昔からあったことわざとも結びついて、どんどん人気になっていきました。だるま1回目のターニングポイントです。まさかおもちゃになってヒットするなんて、だるま大使もきっと想像していなかったでしょうね。でも、起き上がりのだるまを見ていると、失敗したって大丈夫。何度でも起き上がれるよって励ましてくれてるみたいで、
なんだかポジティブな気持ちになれるから不思議なんですよね。子供のおもちゃだけど、江戸時代の大人たちもこれを見て、よし、今日も前向きに頑張るかって気持ちで働いてたのかなーって思います。だるま大使も意外と喜んでいるかもしれませんよね。この後、日本では全国的な流行り病や大きな自然災害が起こります。それらが原因でたくさんの人が病気になったり、食べるものに困ったりして貧しい時代がやってきます。そんな時に人々は七転び八起きの起き上がりだるまを赤色に塗りました。理由は簡単。赤色が厄除けの色だからです。こうしてだるまは子供のおもちゃから魔除け、身代わりのアイテムへと役目が変わっていきます。だるまの目入れの文化が始まったのもちょうどこの頃です。だるまの目入れとは、だるまの白目に黒目を描く願掛けのことです。この目入れの文化の始まりには様々な言い伝えがありますが、お願いするときにまず片目を描いて、願いが叶ったら残りの片方も描くというのが願掛けの方法です。おもちゃだった頃のだるまには最初から綺麗な目が描かれていました。ですが、縁起物のだるまには自分の願いを込めるという役割が求められていたんですかね。目入れをすることで、だるまがより自分の願いの象徴になるというか、祈りの対象になっていったようです。だるま2回目のターニングポイントです。近年ではお願いをするときは向かって右の目を描く。そして願いが叶ったら左の目を描くというルールもできました。これはお寺の前に立っている仁王像に由来します。右に立っていて口を開けているのが阿行。物事の始まりを表します。左に立っているのが運行。物事の終わりを表します。知っていましたか？それからたくさんの色違いだるまも流通するようになりました。例えば、金色や黄色は金運アップ。ピンクは恋愛成就。青は勉強や仕事運。白は合格祈願などが有名です。まさかだるま大使もこんなカラフルな衣装を着ることになるとは、修行をしていた時には思いもしなかったでしょうね。だるま3回目のターニングポイントです。長い歴史の中でいろいろな変化を経験しながらもずっと日本人に愛されてきただるま。マスコットのような存在になった今のだるまを見ていると、だるまはやっぱり郷土玩具なんだなぁと感じます。皆さんは何色のだるまが欲しいですか？さて、今月のおすすめはいかがでしたか？日本には不思議なだるま伝説が残っているお寺や地域によって特徴のあるユニークなだるまがたくさんあります。ぜひお気に入りを見つけてくださいね。今月もメンバーシップを継続してくださった皆さん、いつも応援本当にありがとうございます。とても励みになっています。そして動画、ライブ配信を見に来てくださった皆さん、誕生日おめでとうのメッセージもとても嬉しかったです。ありがとうございます。
来月も新しいことを一つでもお届けできればなと思っています。一緒に楽しく日本語の勉強を続けていきましょう。では、またのご来店をお待ちしております。ビビビー。